倒的なクオリティとパフォーマンスでドローン業界のトップに立ち続けている DJI。 本来面倒な組み立てやセットアップが必要とされる FPV タイプのドローン。2022年8月に発売となった DJI アバータ。オールインワンで購入後すぐにフライトができる手軽さが最大の魅力。世界的に大人気となったにもかかわらず日本では発売されることがなかった。その待望の新製品がついに発売される。今回も DJI 認定ストア東京虎ノ門にて実際に製品を体験することができたので、そのポイントと一緒に紹介していく。はい、ということで、今回もですね DJI 認定ストア東京虎ノ門にやってきました。今日もですね、ご紹介いただくのが DJI 認定ストア東京虎ノ門の村田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。特徴1、小型軽量で高い耐墜落性を追求したデザイン。FPV と比較した時に、非常に小型軽量かつですね、最新の、FPV の自作機とかもそうなんですけれども、結構こういうプロペラガードがついたような形になってまして、狭いところであったりとかアクロバティックな飛行をした時に、安全かつ、たくさんこう楽しめるようにできているっていうところですね。なるほど、タイニーフープって呼ばれるタイプですよね。そうですね、プロペラガードがついてるので、FPV も結構アクロバティックな撮影できますけれども、やっぱプロペラがもうむき出しなのでちょっとぶつかった時は不安ですよね。そうですね。それでやっぱり羽がやられてしまうとかっていうのもあると思うんですが、このプロペラガードのおかげで、ある程度の、やっぱり障害物にぶつかった時にも耐久性、耐墜落性が強いというところが一番特徴ですよね。非常に進化したカメラ性能。 DJI アクション4と同じ 1.3 分の 1CMOS センサーを搭載し、低照度環境下でも優れた性能を発揮する。非常に綺麗な、絵が撮れるようなカメラになりまして、FPV の方だと 2.3 分の1のセンサー、前作のアバターですね、日本未発売なんですけれども、そちらが 1.7 分の1センサー、それでも十分綺麗な分類ではあったんですけれども、さらに綺麗な 1.3 分の1インチセンサーの、カメラを搭載いたしました。いいですね、もう FPV ドローンなのに、空撮機と同じ、それこそ DJI Air3 と同じサイズのセンサーサイズですよね。暗所にも強い。暗所にも強いです。いいですね。特徴3、ビデオパススルー。ゴーグルに搭載されている2つの前面カメラにより、操縦者がゴーグルを外すことなくドローンの飛行を確認できる。次はですね、こちらのゴーグルですね、がゴーグル3に進化いたしました。前回がゴーグル2だったのがゴーグル3になったと。なるほど。見た目も結構コンパクトですごい軽いですし。そうですね、重量もそうですけれども、つけた時に違和感がなくなったっていうのが非常にいいポイントですね。そっかそっか。今回、見た目がガラッと変わったのもそうなんですけれども、大きな特徴のもう一つとしては、ここの2つの目ですね。これはセンサーじゃないですよね。壁にぶつからないようにするためのセンサーではないです。じゃないです。ちゃんとしたカメラがついてます。カメラがついてる。なるほど。カメラがついてるということは、これゴーグルをつけた時にその視界、その先のものが見えるってことですかね。そうですね。今までは結構ゴーグルつけて機体を置こうかなとか、順番を間違えるととか言って付け外ししたりだとか、そのたんびに装着感の微調整をしなきゃいけないとか、今回はもうボタンを押せばここからの映像が見えるので、手元の機体がどこに置いてあるかとか、周囲に誰か人が来てないかとか、そういったのがすぐ確認できるようになったけど、周りが何も見えないんで、しかも滝とか川とかの近くで撮ってたんですよ。熊に襲われたりとかするんじゃないかみたいなそういう不安に駆られながら撮影してた思いがあるんですけれども、これがあるともう視界見えるわけですよね。そうです。もう操縦する側もめちゃくちゃ安心だと思うので、すごいいいですね。ちょっと楽しみ。ちなみに、僕結構普段メガネをかけてるんですよ。これメガネかけてる時ってやっぱり外してコンタクトとかそういうのつけなきゃいけないですか？これがですね、もうそういう心配が全くいらないんですよ。
こちら自体に度数を調整するっていう機能がついてます。そんなことできるんですね。どうやってやるんですかそれは。これがですね、こちらの裏面が度数がこう書いてありまして、下のダイヤルこれを回してもらうと度が変わるようになってます。すごいですね。よくある VR のそういうゴーグルとかも、その機能って多分ないですよね。なかなかない。ピントをなんか合わせるぐらいの。村田さん結構いつもメガネかけてますから。かけてます。もうメガネトレードマークですもんね。これちょっと外しちゃったらちょっとねいつもの村田さんじゃなくなっちゃいますからね。アバターを飛ばすときには外して使えると。最高じゃないですか。もう完璧です。いやいいですね。特徴4、より長くなった飛行時間。従来の18分からさらに飛行時間が長くなり、最大で25分まで飛行が可能。そしてここからはアバター2の気になるポイントをさらに深掘りしていく。気になるポイント1、モーションコントローラーのデザイン。さらにこれがなんかすごいちっちゃいですけど、そうですね、これはもともと FPV についてたこれが、モーション2って言われる、こっちの1個前ですね。本当ですね、比較してもらうと分かるんですけど、サイズ感がですね、めちゃくちゃコンパクトになりまして、ただとは言っても握り心地とか操作感っていうのは全く妥協してないので、もう本当にちっちゃいだけれども操縦のしやすさがもうしっかり確保されてます。これやっぱりFPV なんかは山に登ってこう登山される方なんか、荷物背負ってでも頂上行ってね飛ばしたりとかする方多いと思うんですけど、やっぱそのねそれぞれのパーツの大きさってすごく重要ですよね。そうですね。本当小さなサイズの変化ですけれども、これだけのこうコンパクトさになるっていうのは、持ち運びもすごい便利でいいんじゃないでしょうか。気になるポイントにモーションコントローラーの操作性。まずこの新しいモーションコントローラー、先ほどね小さくなってるっていうところ、特徴だっていうふうに言われてたと思うんですけれども、なんかちょっとボタン周りもね少しこう変わってる気がするんですよね。この赤いボタン、ここは緊急ストップみたいな確かボタンだったかな。そうですね、これが、離着陸の時に使うボタンとか。なるほど。リターントゥフォームとか、モーターの最初に起動させる時ですね。マビック3とか他の機体もプロペラがゆっくりこう回って動き出してるよっていう状態にする時とか、このコントローラーでいうハの字型をやる時でいいでしょうか。そうです。なるほど。じゃまずこれを押すと。で、あとはこれでジンバルですか、ここは。そうですね。とか横に水平移動させるときにそれを動かしたり、あとは上下ですね、機体の上下に使います。機体の上下にも使う。であとこれモーションなので、この動きっていうのも確か反応するんですね。そうですね。モーションコントローラー、操縦桿のようなイメージで使ってもらえればっていう感じなので、手首を固定して、こういう横に倒す動きで機体が左旋回右旋回曲がっていきます。なるほど。これはじゃあ、位置自体は変わるんですか。右にやるとドローンは右に動きますか、それとも斜めになるだけですか。これ倒すと、機体が横にクッと向くんですよ。横に向くのか。旋回するイメージですね。なので握りながら横にすると旋回しながら進んでいく。なるほど、イメージできました。じゃあ、動かずに回転するっていうような状態の時はどうしたらいいんでしょうか。ちょこっとだけ握ってもらって、倒してもらうと回るようになります。であとはこの、ジョイスティックはそうですね、上昇、下降とか、あとはもう水平に左右に移動する。なるほど。大体イメージができました。ありがとうございます。ここのダイヤルなんですけど、このダイヤルの部分というのは、これはメニュー操作であったりとか、あとは押し込むことによって、機体側からの映像なのかゴーグルからの映像なのかを切り替えられることができます。なるほど。メニュー操作とかで、メニュー操作ですね、使うような感じですね。でこれがリターントゥフォーム。そうです。なるほど。でさっきちょっと触ってて思ったんですけど、こう引き込むのと押せたりもするんですね。そうです。
これは戻ったりとか何かメニュー操作の時にもここを使うという。そうですね。気になるポイント3、FPV 送信機とマニュアル操作。このモーションコントローラーめちゃくちゃ便利そうで、初めて FPV やる方にはすごいいいなっていうふうに思ったんですけど、はい、ただまあもうすでにねこう FPV で飛ばしてるよとか、もう FPV 持っててコントローラーをモーションコントローラーではないもっとこう自由なフリースタイルみたいな形のですね飛ばし方をしたいなんていう方は、はい、別途この FPV コントローラーが使えると。そうですね。はい、はい、で今回ですね製品と同時発表発売の予定なんですけれども、こちらのこれ今現行の製品なんですけど、これの送信機3っていうのが一緒に出る予定になってます。でこちらを使っていただければ従来通りですねいわゆる FPV のしっかりとしたアクロバティックな動きであったりとか、クイックな動きみたいなのを行っていただくことができます。なるほど、はい、で、あとはまあそのマニュアルでの操作っていうのもこれ確かあれですよね、ここ外してね、そうです。ネジがこう隠れてるので、はい、緩めてもらってそこを調整するとこの、左側の方のジョイスティックを固定することもできるので、通常の FPV の操作ができるできますということですね、はい、なるほど、もう万能ですね。何でもできちゃうとだからそうですね、もう本当に FPV の映像に興味のある方は、まずはモーションコントローラーから始めて、そこから慣れていったらこちらの方に挑戦するっていうこともできるっていうところで、すごく長く使える1台だななんていうふうに思いました。気になるポイント4、フライトモード。ステディであったりとか、はい、さらにその上のホライズンスタディでも機体がぐるっとこう回っても水平用カメラの映像は維持してくれるっていう機能がついてます。いいですね。なので激しいアクションであったりとか、そういった時ももうスムーズな映像が撮れます。はい、気になるポイント5、乱視矯正。このゴーグル、これ先ほどここのダイヤルで度数調整ができるというふうに、はい、言われていましたけど、僕実は目に乱視が入ってまして、はい、乱視が入ってるっていうのは、はい、これ大丈夫なんでしょうか？こちらがですね、はい、もちろんそういった方へもしっかり対応してまして、そうなんですね、はい、素晴らしい。標準状態だと乱視用のっていうのはついてないんですけれども、はい、アイグラスフレームっていうのがまた別でついてきます。でそちらに例えばかかりつけの眼科とか、はい、メガネの専門店とかに行って、はい、そのアイグラスフレームをお持ち込みいただいて、ここに合うものを用意してくださいって言えば、特注のものを装着してお使い、することができます。なるほど。じゃあ追加でその処方箋か何か出してもらってでオーダーするみたいな感じですね。はい、気になるポイント6、対応周波数帯と開局申請。前回の DJI アバターって、はい、多分周波数の問題とかで、日本どうしても販売が難しかったのかなって予想するんですけれども、というのも日本のドローンの電波の周波数帯って 2.4GHz と 5GHz があると思うんですけれども、はい、今回のこの DJI アバター2は、はい、これ周波数的には何ギガを使用するんでしょうか？こちらに関しては 2.4GHz 帯使ってます。2.4ギガを使うんですね。はい、なるほど。ということは、特別申請、開局申請をしなくても飛ばすことができるということでしょうか？そうですね。5ギガの周波数帯を使うという場合は開局申請が通常必要ですから、そういう面では 2.4GHz だけだったらわざわざそういう面倒な申請をしなくてもいいというところがメリットですね。そうですね。なるほど。何か飛行には若干影響があったりするんでしょうか？そういったのは特に影響はないですね。ないんですね。はい、FPV の時もこれ確か 2.4 ギガのみですよね。これもそうです。なるほど。気になるポイント7、バーチャルフライト。今までね発売してなかったということもあり、このアバター、これを初めて飛ばしたい、FPV 全くやったことないっていう方も挑戦する方すごい増えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そういった FPV 初めての方になんかこんな風に進めたらいいよとか、注意するべき点であるとか教えていただけますでしょうか？はい、そうですね。最初にですね、こういった FPV 系っていうのは、結構操縦のハードルが高いとか、難易度がちょっと高いっていうところもあると思うんですけれども、そういった方向けにDJI が DJI バーチャルフライトっていうアプリケーションを出してます。
なるほど、それはどのように使うことができるんでしょうか。そちらはですね、例えばゴーグルを、用意していただいて、そちらとスマートフォンとか iPad を接続して、実際にこういった送信機であったりとか、モーションコントローラーとかで、実際にどのような動きになるのかっていうのを、バーチャルでゲーム感覚でお楽しみいただくことができます。それはいいですね。一番最初に僕ドローンを飛ばす時ってすごい不安だったんですよね。どういう動き、どういうジョイスティックの動かし方とかコントローラーの動かし方をしたらどう動くかが想像がつかなかったので、逆にそのバーチャルフライトっていうのを使うと、まずそこで模擬体験ができるっていうことですね。そうですね。なるほど。じゃあそれである程度操作が慣れた上で実際に飛ばすことができる。なるほど。ちょっとそれよかったら試してみたいので、後ほど試させていただいてもいいでしょうか。わかりました。ではですね、先ほどの FPV 初めての方におすすめのバーチャルフライトというシミュレーターがあるということですので、ちょっとそちらを簡単に解説していただきたいと思います。で、今ここにあるのは、ゴーグルとあとコントローラーを用意されてるんですけれども、ゴーグルとこのようにスマホをつないで、接続してもらって、なるほど、あとペアリングされているコントローラーで操作をするという形ですね。なるほど、わかります。ただですね、結構ゴーグル視点で操作すると、慣れてない方5分ぐらいで酔います。なので酔ってきたら外して、スマートフォンとか iPad とかそういった画面で見て操作するのも、最初の頃は結構楽だと思います。なるほど、わかりました。せっかくなんでちょっとじゃあ僕、ゴーグルをつけて、まずは挑戦してみたいなと思います。ちゃんと同じ画面が今見えてますね。で、画面上には FPV とアバターがありますね。じゃあ、コントローラーがでコントローラーでこれ効くんでしょうか。なんか動けますね。下だったかな。ちょっと一回動きました。動きましたかね。で、これはでバーチャルフライト。バーチャルフライトを選ぶと。で、そしてまずなんかこのデフォルトのファクトリーみたいなやつをちょっと選んでみましょうかね。で、タイムトライアル。これ今モードがどうなってるんでしょうね。今モードはですね、スポーツモードになってるので、一番最初の方おすすめのノーマルモードにしちゃいます。わかりました。で、エンターを押すと。で、レディー。本当にその場にいるようなシミュレーターになってるんですね。で、まずハの字を描くのかな。ちょっと今僕のスマホの関係で英語になってますけど、これをこうやってこういう感じかな。飛びましたね。で、これは今通常のモードですね。普通に空撮のドローンと同じような感じで動いてるのかな。こんな感じで、これは臨場感ありますね。で、このなんか緑の、そうです。そこがターゲットになってるので、ちょっと旋回がきつい時には確かに少し酔っちゃいそうな感じしますけど、いいですね。いいですね。楽しいですね。これでゴールと。一応ドローン飛ばしてますのでこれぐらいは。じゃあ先ほどは、ノーマルモードという、比較的簡単なねエントリー向けなモードで、一応クリアをしましたので、ちょっとではマニュアルモードという、FPV で使うような、そうですね、もう FPV 操作の醍醐味と呼ばれるモードでやってみましょう。普段これはもう全然コントローラーが操作が違うので、操作が変わります。まず一番最初にここを左側のジョイスティックを下に落とす。次に、この何ボタンですかね、L だか R だか、ここのボタンを次に上に上げると、やっぱりそうですね、こういうふうに、ホバーするのがちょっと難しいんですよね、マニュアルも。まだ高いですよね、これきっと。むずいむずいぞ。で、前に進むときは右側も同じように前に進むと、こうですね。で、ちょっと怖いぞやばい気持ち悪い
でもさすがですね。いえいえ。なるほど。こうちょっと全然やっぱり日頃と違うので、コントロールがやっぱ難しいですね。これをやっぱりやるのは相当な練習をしてからの方が良さそうですね。はいはい、来ました。これが今、ドローン視点ですね。そうですね。じゃあ下に下ろしてダブルタップして、はい、もうこれが完全な FPV 視点。なるほど、こういうふうに見えるわけですよね。はい。おお、まあ、でもさっきよりはちょっとでもスピードがこう右に動かすとこう動くんですよね。はい、下にやるとおおもう全然アイテムを取れないですけど、クリアしたいけどな。ダメだ。ちょっとまた自宅でいろいろ練習したいと思います。まあでもこれ本当あるのとないのとでは全然違って、これは無料でダウンロードできるんですね。そうですね。はい。なるほど。ってことはまあこのアバターと、あとはまあゴーグルモーションコントローラーもしくは、この FPV コントローラーがあれば使い始められると。大体村田さんはこれどれぐらい練習したんですか？私ですね。30時間ぐらいですね。でもそれでも全然ですね。それでようやくちょこっとそれっぽい動きができるようになってきたかなっていう感じですね。ドローンレーサーの方とか、はい、輪をくぐったりとか、はい、そんなのもまあ練習すればきっとできるようになるんですよね。できます。はい。でさらに、実際にここでは飛行もすることができるということで、まあ本当にねこう、できれば海の上とか、ね、山の映像とかちょっと飛ばしたいところなんですけれども、さすがにそこはちょっと難しいので、まあ、今回こちらの虎ノ門のお店の方には、まあ、フライトスペースがありますので、ここでちょっと簡単にね合わせて飛ばしていきたいと思います。早速、はい、このフライトスペース、はい、そうですね、使って飛ばしていきたいと思うんですが、はい、これ今ここにライトがついて、これがバッテリーのインジケーターになってるんですかね。そうですね、ここでバッテリーの残量が分かるようになってます。なるほど、分かりました。ちょっとつけてみたいと思います。はい、結構軽いですよ。おおすごい。つけ心地は非常にいいと思います。はい、この今見えてる映像をちょっと皆さんにお見せできるといいんですがめちゃくちゃ綺麗にこのカメラ越しの映像が見えてます。で、この状態で、はい、ここの、はい、ここですね、そこのボタンを横に2回素早くパチパチと押してもらえれば、画面が変わりました。機体からの、はい、映像になります。なるほど。まずオレンジの、はい、オレンジのそこのボタンを2回押しですね。はい、はい、ここの部分を2回押すと。はい。でそのままそこのオレンジのボタンを長押しで離陸します。おおすごいぞ今、ちょうど僕の目の高さぐらいですかね。そうですね、ぐらい。ちゃんとここの2回押せばまたドローンを見ることができるので、しかもなんかちょっと動いちゃってる動いちゃってるので、これ今こうすれば戻ってってますね。で、はい、ちょびっとトリガーを握りながら、はい、左右に倒してみてください。左右に。おお、そうですそうです。これ今旋回してますよね。旋回してます。はい。でそれを反対側にまた倒すと、そうです。逆旋回すると。はい。いやー楽しい。でスティックを例えば、握ったままちょっと上に向けたりすると、握ったままちょびっと上に、そうですそうです。角度をつけていくと上に上がってったり、もうちょっと思い切っていっちゃってもいいです。そうですそうですそうです。はいはいはい。砂を握りっぱなしにしておくと上に上がっていったり、はい、ちょっと下に倒しながらちょっと握ると、そこはちょっとコツがいるかもしれないですね。きっとカメラですね。はい。カメラが今動いてて、このそのまま、はい、例えば真上にちょっと向けてもらって、真上に向けてしっかりちょっと握ってみてもらっていいですか？いいんですか？はい。握っちゃって大丈夫ですか？はい。ぐーっと上がります。おお。怖っ。
今なのでこっちにはネットはあるんでしょうか？ありますある。はい、よかっなのでカメラを、た。はい。が向いてる方向に進んでいく認識ですね。あ、そうですそうです。さあこのジョイスティックみたいな、はい、これを動かすと今何が起きますか？それを上下に動かすと、はい。そのまま上昇下降になります。なるほど。今下に下ろしても大丈夫でしょうか？あ、大丈夫です。はい。じゃあちょっと下に下ろしてみます。はい。オレンジのボタン、はい。左のドラです。ですね。そこを長押ししてもらっても着陸できます。あ、なるほど。はい。じゃあこれを。はい、無事に着陸できました。ははい、ありがとうございます。気になるポイント8、タートルモード。初代のモデルっていうのは、はい。墜落した時にタートルモードでしたっけ？はい。自力で戻るっていうはい。機能があったと思うんですが、このアバーター2にもはいあるんでしょうか？にも搭載してます。もちろん。お、ちょっと試してみてもいいですか？それ、あ、確かにやったことないですね。そういえばタートルモードでっていうのがありまして、設定の中に制御があるので、この中のタートルモードちょっと押してみます。怖いな。おお、戻った。なんかちょっと距離が離れてて、うん取りに行くの少し面倒くさいなっていう時に役に立つ機能ですね。そうですね。はい。もう本当こういった機能があるので、いいですね初心者の方でももう安心してひっくり返ることができます。確かに。あとそうだ、ちょっと先ほどの度数のところですね、ちょっと確認してみたいと思いますが、はい。まあ、ちょっと今僕コンタクトをつけてるのでちゃんと画面は見えてるんですけれども、この下のこの部分ですよね、これを回すとそうですね。なんか数字が出てきまはいすね。。そこで数字がはい、何うわ度っていうのが本当だ、ちょっとボケたりくっきり見えたりはい。しますね。そうですね。それが今までの機種だと、はい何度っていうのがうん、ゴーグルを外して見ないとわからなかったので、なるほど。そこはすごくわかりやすくなってますね。いやすごい操作しやすいですね。はい。いいですね。ありがとうございます。あと中のこのレンズはい。のところにもなんかこうメモリがあるよ。そうですね。ここが連動してて、はい。回すあ、と本当だ、動いてますね。部分ですねなるほど。カチカチカチと。はい。ここですねこういうふうに動くと。はい。じゃあまあここの部分を触る必要はなく、このつまみだけでコントロールできるということですね。そうですね。はい。まあここがマイクロ SD が入れられるようになっていると。はい。はい。ありがとうございます。で、まあ、電源と。はい。これは USB-C ですかね。そうですね。はい。まあスマホをつなげたりとか。はい。そういう時ですかね。はい。ありがとうございます。いやー、はい楽しかったですね。よかったです。これ実際にやっぱ山海で飛ばしたくなっちゃいますね。なりますね。いやー、本当待ちきれないですね。ありがとうございます。はい。はいありがとうございます。ということで本日はいろいろとこうお話聞かせていただきましてありがとうございました。はい。じゃあ最後に DJI 認定ストア東京虎ノ門で購入するっていうメリットはどんなところにあるのか教えてもらえますか。はい、そうですね。やはりアバター2になると結構専門性が高い、かついろいろですね、お聞きしたい点とかがいっぱいあると思うので、はい我々の方であればそういった初期設定のサポートであったりとか、どういうふうに飛ばしたらいいだろうかみたいな練習方法などもですね、しっかりお伝えできると思います。確かに。はい、まあ、本当ね今までこうドローン飛ばしてた僕でさえもわからないことがいっぱいある製品ですし、逆にこういろいろ知ることでより楽しみ方が広がるっていうのもたくさんあると思いますので、はいやっぱここで購入するメリットは大きいなというふうに思いました。そうですね。はいあと操縦体験とかもできますんで、そうですよね、はいここで実際飛ばすこともねやっぱりできるので、そこでの安心っていうのもすごく大きいですよね。はい、はい、ありがとうございます。本日はいろいろなお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。